同人ゲーム語り部です。このチャンネルでは同人ゲームを対象に毎回一つのゲームを取り上げ、紹介、考察等をしていきたいと思います。作品紹介はこのような感じで進めていきます。ちなみにフリーゲームも同人ゲームとして扱っています。なお、毎月最終土曜日の18時に更新を予定しております。今回紹介する作品はこちらです。ザ・ラストウィッシュ。本作は古き良きスーパーファミコン時代の RPG を意識して作られた作品です。戦闘ではオリジナルのターン制バトルシステムに加え、ド派手なアニメーションや美しいエフェクトが目を引きます。マップやアイコンなどスルーされがちな細かい点も作り込まれており、こちらも商業さながらの美しさを誇ります。やや短めながらストーリーも矛盾なくまとまっており、その全てが高水準の正統派王道 RPG と言えるでしょう。それではまずストーリーの概要から説明します。冒頭の紹介に止め、ネタバレは控えます。ご安心ください。大陸解放戦争。生まれながらに持つ強大な魔力で大陸を支配し、民が貧困にあえぐ中、贅の限りを尽くしていた魔術王一族。一致団結した民の反乱によって甚大な犠牲を払いながらもついに自由を取り戻した。そしてこの戦争から実に数十年の時が流れた。人々の記憶からはこの出来事が過去のこととして徐々に薄れつつあったのだが、そして今フォーガルデン村で平和に暮らすイシアとフレンは毎年恒例となっている村の県議大会に出場します。県議大会後は浜の儀を執り行います。これも形式的なものであり、何事もなく終わるはずでした。しかし天候はあれにあれ、兄イシアが突如として豹変。育ての親のグランツと弟であるフレンを痛めつけ、儀式に使う予定だった魔装具を持ち逃げする暴挙に出ます。世界各地でもこの異常事態は観測されていました。かつて世界を支配していた魔術王が所持していた魔装具、それが全て奪われてしまったのです。一人無事だったフレンは豹変した兄を止めるため、真実を知るため旅立ちます。そして彼を待ち受ける運命とは。ゲームシステムセンターの解説に移ります。まずは戦闘システムから。エンカウントは最近では珍しいランダムエンカウント。戦闘はコマンドでのターン制バトルシステムです。昔懐かしといった感じですね。コマンドの選択肢は様々で、バリエーション豊かな戦闘が可能です。それぞれ説明をしていきます。まずはアシストスキルです。冒険中に仲間になった戦闘キャラが加勢する特殊スキル。最大の特徴はターン消費なしということです。戦闘中の使用回数に限りがあり、使いどころが重要です。スタガー&ダウンシステムも重要です。これは攻撃を受け続けるとスタガー値が蓄積、満タン状態で特定の攻撃を受けると一定時間行動不能に。これは雑魚、関係なく必ず決まる仕様です。また、ダウン時はステータス低下も引き起こすため、どれだけ優位に使えるかが戦闘攻略の鍵となります。条件を満たすとオーバードライブ状態になり、一定ターンの間全ステータスが向上、さらに解放奥義が使用可能になります。解放奥義を使用するとオーバードライブ状態が解けてしまうため、こちらも使いどころが重要です。これらの要素を使いこなし、戦闘をこなしましょう。戦闘システムの紹介は以上です。戦闘以外の要素についても説明しましょう。これはスキルツリーです。RPG としては定番の要素ですね。キャラ固有のスキルを習得できるほか、誰でも使える汎用スキルやパッシブ効果のある追加能力が習得できます。また、スキ
キルリセットができるアイテムもあるので割り振りを間違えてしまっても安心です。いろいろなスキルを試してみましょう。ここでは本作の評価すべき点を挙げたいと思います。本作はあらゆる側面で評価できる作品です。まずはアニメーションやエフェクトに言及します。これこそ作者様が最も力を入れたポイントです。通常攻撃から特技、防御動作、勝利ポーズ、やられ動作、あらゆる面で独自のアニメーションが組み込まれています。このアニメーションの出来の良さに加え、随所に美しいエフェクトが散りばめられています。この相乗効果により迫力ある戦闘が実現しています。序盤は使えるスキルが少なく実感しづらいかもしれません。ですが中盤に差し掛かり権利、魔術が揃ってくると、より凄みを実感できるかと思います。なお、ここまで凝った演出を実現した背景にはたくさんのコストや労力がかけられていることが容易に想像できます。アニメーションはパラパラアニメの原則で作られており、エフェクトは有料素材を購入し、足りないものは自作。このこだわりが戦闘の独自性をもたらしているのです。もちろん力を入れてるのはアニメだけではありません。グラフィック全般への関わりようも強く感じられます。例えば悪く言えばありきたりであるスキルツリー。ここでも独自のアイコンを作るなどして UI を工夫、オリジナリティを出す工夫をしています。そして何といってもマットの工夫。本作はその点にも強いこだわりを感じます。こちらも有料のマップ素材を追加で購入。さらに足りないものはドット絵を描いて自作しています。これによりデフォルト素材とは一味違うマップに。加えてパーティクルエフェクトが効果を高めています。これは粒子を用いた映像効果のことで、粒子の大きさや量、出現タイミングや時間を調整して表現する技法です。例えばフィールドでは木の葉、湿地帯では雨、雪原では雪化粧、地下牢では埃といった具合です。静止画になりがちなマップに対して臨場感を出してます。ダンジョンのみならず街や村も同様に工夫されています。雲や陽光が差し込み、臨場感が出ていることがわかります。ついでにカモメも飛んでますね。これには作者様の強い思いがあります。本作はスーパーファミコン後期の古き良き RPG を目指して作成されました。中でもマップや世界観が綺麗なゲームが好きで、歩いていてワクワクするような、次の街やダンジョンを見て回りたいようなマップになるように仕上げたとのこと。果たしてその思いは現実となりました。本作は当時のそれと全く遜色ないクオリティと言えます。そういった作品が好きな人には必ず刺さる一品です。BGM についても評価しておきたいです。その総数は少ないものの、いずれも両曲揃いです。雑魚線で流れる浄土カタルシスは私のお気に入り。テンションの高いバトルがいつでも楽しめます。かといってボス戦のテーマ曲もそれに負けじと熱いです。ところでスーパーファミコン時代のゲームはその独特な BGM も高い評価を受けていましたが、この要素に関しても力を入れていることが伺えます。さて、外的な評価点を中心に評価しましたが、戦闘などのシステム面はどうでしょう。はい、こちらも問題ないでしょう。一般的なターン制 RPG からいろいろな要素を追加した遊び応えのあるゲームシステムを体験できます。さらには選択肢を増やすためのスキルも豊富です。2回行動やターン交代、スタイル変更でのパラメータ変化。このように本作にはこれだけ多くの評価点があります。きっと楽しんで遊んでいただけると思います。ここからは問題点を述べたいと思います。まずはストーリーのボリュームです。本作のプレイ時間は約8時間。フリーゲーム RPG としては決して短くありませんが、一般の RPG と比較すると少々短めと言えるでしょう。ストーリーが短いということは、秘伝と総数も少ない、それへキャラクターの動機づけが弱いかなと感じた面も少なからずありました。もっと掘り下げることができたのではないか、そういった要素が多くあるように感じたことも、この問題点をピックアップした理由であります。
を一つ付け加えるとアシストキャラの存在感でしょうか。本作で仲間になるアシストキャラはそこそこ多く、1人や2人ではありません。しかしながらこれらのアシストキャラはメインシナリオには一切関わりません。そのためアシストキャラの存在感が薄くなりがち、この状況でこのキャラが発言しないのは変だなと感じる場面もいろいろとあります。なおこれらの点は作者様も少なからず認識してました。とはいえこのクオリティを維持したままストーリーやキャラクターをさらにテこ入れするとなると、工数がすごいことになるのは容易に想像できます。そうなると開発はさらに長期化しリリースも困難。まずは作品を世に出すことを優先することに舵を切ったという経緯があったようです。また今後は掘り下げきれてなかった要素を取り入れた本作の続編を作成する構想もあるようです。現状優勝を想定しているとのことですが、値段はさておき本作はお金を払う価値は十分にあると個人的には思います。続報を期待します。総評に入ります。ラストウィッシュはスーパーファミコン後期の RPG を目標に作られたスクール製 RPG です。ド派手なアニメーションのバトルや美しいグラフィック、古き良き SFC、RPG が今ここにという言葉は決して古代広告ではなく、当時を思い起こさせる表現がたくさんです。欠点も少ないのでそういった RPG が好きな方はぜひ遊んでみてください。お疲れ様でした。本動画の紹介は以上です。興味を持ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。動画作成の励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。